皆さんこんにちは。今回はヘッドウルフ様より FPAD-1 というタブレットを提供いただいたので紹介したいと思います。ヘッドウルフは2016年に設立されたブランドで、ポータブル電源装置、電源エネルギー貯蔵技術、パワーインバーターの研究開発に強みを持つ中国のブランドです。ホームページを見ると、ポータブル電源やソーラーパネルなんかを作っているメーカーのようです。最近になってタブレットの販売を始めて、その新製品が FPAD-1 です。それでは開封してみたいと思います。箱は綺麗な化粧箱に入ってます。蓋を開けると本体が出てきました。ユーザーズガイドです。ちゃんと日本語にも対応しています。これが中に入ってたものになります。中にはユーザーズガイドとタイプ C のケーブル、充電器が入っていました。裏はプラスチックですが、マットな仕上げになっていて質感は悪くないです。上部にはタイプ C の充電口、マイクロ SD、SIM スロット、イヤホンジャックがあります。SD スロット、SIM スロットの蓋を開けるとこんな感じです。後で分かったのですが、この SIM スロットはナノ SIM 用ではなく、マイクロ SIM 用のスロットでした。右側面はボリュームと電源ボタン、リセット用の穴があります。下にはスピーカーがあります。左側面には何もありません。裏面はリアカメラとフラッシュがあります。重量を測ってみます。約 360g と8インチタブレットでは標準的な重さです。しかしホームページには 320g と書いてあるので、実際には 40g 重たいので注意が必要です。スペックを紹介します。 CPU はユニソックの T310、2GHz のクワッドコア。 GPU はパワー VR GE8300。 OS は Android 11。ディスプレイは8インチ 1280×800 の IPS 液晶。 RAM は 3GB。 ストレージは 64GB。 外部ストレージはマイクロ SD で最大 512GB まで。カメラは前面後面ともに500万画素を搭載。バッテリーは 4000mAh、 駆動時間約7時間。 GPS、GLONASS、Beidou に対応しナビゲーションにも使用できます。 Wi-Fi は AC まで対応。 Bluetooth 5.0、 4G、LTE に対応。対応バンドは上記の通りです。メーカーからの注意事項としていくつかあるので書いておきます。まず楽天モバイルには対応してないとのことです。au 回線の 4G で重要なバンドのうち、全国区をカバーするバンド18、26に非対応なので、多くのエリアで電波の強度が弱くなる場合があるとのことです。またドコモ回線の 4G で重要なバンドのうち、地下や郊外のつながりやすさを左右するバンド19に対応していないので、電波強度が弱くなる場合があるとのことです。ソフトバンク回線は 4G で重要なバンド1、3、8、41に対応しています。ですので実質日本で使える SIM はソフトバンクのみと考えて良さそうです。初期設定をします。まず日本語を選択します。モバイルネットワークへの接続は SIM を入れてないのでスキップします。 Wi-Fi に接続します。 Wi-Fi のパスワードを入力して接続を押すと、このような画面になり、しばらく待たされます。しばらくするとアプリとデータのコピーになります。今回はまっさらで設定したいのでコピーしないを押します。 Google アカウントでログインします。
ログインすると Google サービスを設定するかどうかを聞かれるので、デフォルトのまま同意します。画面のロックはとりあえず後から設定するので、ここではスキップします。Google アシスタントも後で設定できるのでスキップを押します。その他の項目も後で設定できるのでスキップします。初期設定完了です。見た感じ、素の Android です。余計なものは一切入ってません。とりあえず Chrome を開いてみます。サクサクとまではいきませんが、このくらいなら十分使えそうです。スワイプしているのに誤作動でタップ操作になったみたいです。少し動きに癖があるようです。慣れが必要かもしれません。ワイヤレスイヤホンを接続すると、デフォルトでは SBC でつながります。ですが、開発者オプションの中の Bluetooth A2DT ハードウェアオフロードの無効化をオンにすると、なんと LDAC で接続できました。いろいろ調べましたが、この機種はどうやら SBC、AAC、LDAC に対応しているようです。また、バッテリーの持ちですが、フル充電から1時間、YouTube を見たところ、残り 84% になりました。これは計算上、ほぼ交渉通り約7時間持つ計算になります。SIM をスロットに入れてみようと思いましたが、ナノ SIM では余裕が多すぎるので、もしやと思い、マイクロ SIM を入れてみたところぴったりでした。今主流のナノ SIM ではなく、マイクロ SIM なので、注意が必要です。また、SIM の切り欠きを上にして入れるのもちょっと戸惑ったところでした。3G ですがちゃんと電波を拾っています。気になったところは SIM スロットがマイクロ SIM なところと 4G LTE の周波数のバンドが日本向けになっていないところです。中国メーカーのタブレットなのでバンドが自国向きなのは仕方ないところかもしれませんが、グローバルで売ることを考えるともう少し対応バンドを多くしてほしいところです。FPAD1 はストレージがデフォルトで 64GB あることや余計なアプリなどが入ってないこと、また動きもそれほどもっさりしているわけではないので安い割には使えるタブレットだと思いました。8インチの Android タブレットは種類が少ないので選択肢の一つにいいかと思います。気になった方は説明欄にリンクを載せておきますのでそちらから飛んで買ってみてください。また高評価やコメントしていただけると非常に嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。